要上富、先小路。富を得るためにはまず道を作れ。今中国ラオス鉄道を見にラオスに来たんですけど、マジか、なんだこれ。はい、ミドルキングダムの和樹です。以前この動画で中国ラオス鉄道について解説したんですけど、中国ラオス鉄道は中国の雲南省昆明っていう場所からラオスの首都ビエンチャンまでをつなぐ全長1000キロ超の国際鉄道です。今回の動画ではこの中国ラオス鉄道がもたらす開発について説明します。突然なんですけど、例えば皆さんの家の周りに新しい駅ができるとして、そしたらその周りってどうなりますか？新しいマンションとかお店ができて、多かれ少なかれ開発が進みますよね。中国ラオス鉄道もまさに同じ感じで、今沿線でめっちゃ開発が進んでます。中でも特にヤバいのがボーテンです。ボーテンゴールデンシティ知らない？ボーテンはラオスの一番北にある中国国境の町で、2003年にある経済特区にして、一時期はカジノで繁栄しました。でもカジノの閉鎖で町は衰退して、今は人口500人ぐらいしかいない、誰も知らない町です。本当にね、自分も全然知らなかったんですよ。あの日まで。2019年4月、一番中国ラオス鉄道の建設現場を見るために雲南省に行きました。北京から雲南省の省都昆明まで飛んで、昆明から夜行バスでモハンっていう町に行きました。モハンはボーテンの反対側にある中国の町で、中国ラオス鉄道の中国から最初で最後の駅があります。でもね、モハンで駅も線路も何も見つからなかったんですよ。実は中国ラオス国境下の鉄道ってトンネルです。だから中国側で見つからなくてもラオス側に行けば、出口が見つかりそうかなって思ったんですよ。しかもこんな高菜地図があって、この赤い線が鉄道らしいんですよ。ってことで困った自分は急遽ボーテンに向かいました。中国ラオス国境は山道で歩いて越えます。これ中国に行くトラックがめっちゃ混んでますね。で、ラオスに近づくにつれて舗装がない。この先にあるボーテンってどんな感じだと思いますか？後ろのモハンはこんな感じ。ボーテンは衰退した500人の町だからもっとしょぼそうって思いますよね。でもそうだったらあんなに衝撃は受けませんでした。マジか、なんだこれ。ボーテンゴールデンシティめっちゃでかい。衝撃的にでかいです。というかこんな辺境にあんなにいっぱいビルがあるはずないんですよ。でも山道抜けたらいっぱいあって本当に蜃気楼かと思いました。でもこれ見てみんなあれって思いません？ボーテンってカジノがなくなって衰退した街だよねって。でそれは嘘じゃないんですよ。でも完全に状況が変わりました。これ見てわかるかな？めっちゃ大事なスローガンが掲げられてるんですよ。そう、ボーテンは中国の国際戦略一帯一路の一環として近年めっちゃ開発されてます。中国はこういう構想を通じて外国との連結性向上とかインフラルートの多様化とかをしようとしています。2015年に中国とラオスはモハンとボーテンを経済協力区として開発する計画に署名しました。そして2016年から中国ラオス鉄道の建設が始まって、ラオスが最初の駅になったのがボーテンです。しかもボーテンって鉄道だけじゃなくて他にも重要なインフラがいっぱい通る交差点になってます。だからめっちゃ開発されてるんですけど、めっちゃ変なんですよ。まずやっぱり鉄道がない。街中探し回ったんですけど何もないし、地図上の赤い線の地点にもなかったです。それで気がついたのが山もない。街の先に赤い土ぼこりがめっちゃ残ってて、よく見てみたら大量のトラックが山を切り開いてました。いや衝撃ですよ。マジ何が起きてんだって。しかも人もいない。
巨大なビルがいっぱい開発されてるって言ったんですけど、自分が行った時点ではほとんどが空っぽでした。そしてボーテン自体ほぼラオスじゃない。街の人はほとんど中国人で、ほとんどのものは中国メインで書かれてました。しかもお金も中国の人民元とかオンライン決済が使えます。だからほぼ中国の街です。ボーテン本当にね、めっちゃ変ですよね。じゃあボーテンはなんでそんなに変だったのか。街をすごく歩き回ったら答えが分かりました。まず鉄道はありました。あったのは街から5キロくらい離れた何もない場所です。開拓中の山の間に赤い道はずーっとあったんですけど、それを1時間ぐらい歩くと崖の下にトンネルの出入り口がありました。当時はまだね、線路は敷かれてなかったんですよ。でも近くにいた人に話を聞いてみると、ここら辺に駅ができるって言ってました。ちなみにこれってガソリンスタンドの人に話を聞いたんですけど、会話は中国語でした。でもやっぱりまだなんか変じゃないですか。なんでこんなに何もない場所に鉄道を作っているのか。ボーテンの街中に戻ったら答えがありました。これです。これを見つけちゃったんですよ。全く見覚えのない都市だなーって思って見てたんですけど、よーく見てみたら目の前で開発されてるビルと同じやつが書いてあったんですよ。しかもそれよりもでかいビルもたくさん書いてありました。そう、これがボーテンでその将来イメージらしいんですよ。他にもいっぱいイメージ図が飾ってあったんですけど、どれも今は全く想像できない大都市の絵でした。じゃあ誰がこんな開発をしているのか。ここに書いてありました。この開成集団っていうのは雲南省のディベロッパー企業です。実はボーテン経済特区は彼らに90年間リリースされているらしいです。だからこの開成集団は今後10億ドル以上を投資してボーテンを大開発しようとしています。すごいですよね。彼らこんなパンフレットも作ってます。で、彼らが目指すのはボーテンを未来のラオス北方経済の中心地にすること、そして一帯一路先行区にすることです。具体的には商業金融、文化旅行、物流、教育医療っていう4大産業を集積しようとしています。で、これがボーテン全体の将来イメージらしいんですけど、今街があるのってこの部分だけなんですよ。で、ここら辺とかはまさに今山を切り開いているところで、自分が行った時はまだ何もありませんでした。ただこれを見ると街中に駅がなかったこととか、山がなかったこと、人がいなかったこと、ほぼラオスでなかったことに納得ができます。駅は今の街中にはないけど、将来的な開発されるエリアにできるんですよ。ちなみに駅周辺の将来イメージはこんな感じらしいです。いや、本当かなと思うくらい当時は何もありませんでした。あと山がないエリアには湖とか川とかも書かれてるんですけど、今ってそんなのも何もないんですよ。他にも仏塔とかテーマパークなんかも書いてあって、半端ない開発計画です。それでこれからもっと人とビジネスを呼び込むために展示場とかパンフレットとかウェブサイトとかいろいろな場所で営業活動がされてます。この人なんて雲南省のお祭りでパンフレットを配っていました。ちなみにこれによると40平米の部屋が14万元から約230万円らしいです。はい、中国ラオス鉄道とかの影響でめっちゃ開発されてるボーテンでした。富を得るためにはまず道を作れ。その中国のことわざが体現された現場でした。中国ラオス鉄道っていう道が作られて、
大手がめっちゃ返されて、富を得るのは誰なんですかね。これはね、めっちゃ興味深いですね。というか、この、ほぼ何もない場所に道を通して、強引に富を作るスタイル、めっちゃ面白いです。自分は数年後に絶対また大手に行こうと思います。ちなみに、中国ラフ鉄道とボーテについては、JB プレスっていうメディアで記事を書いたことがあるので、気になる人はぜひチェックしてみてください。じゃあ、再见。